皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介していきます。今日は子育てについて話したいんですが、今日は、特別なゲストに来てもらいました。ケンさんです。ケンさん、こんにちは。ふみこんにちさん、は。こんにちは。皆さん、はじめまして、ケンです。YouTube で、ケンさんおかえりという日本語のチャンネルをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきまではこの鉢巻きしてなはい。かったと思うんですけど、今の間につけたんですか？これ僕はいつもしてますよ。いやいや、さっき挨拶した時してなかったですよね。いやー、面白かったです。取っちゃうんですか？つけときますか？どはい。っちでもいいですじゃよ。じゃあ、はい。どっちでもいいですよ。じゃあ、はい。やる気がありまあ、す。すごい、早いですね。パッとつけられるんですね。ね、はい。はい。うん、日本人です。はい。って。うん、そう、今、台湾に住んでらっしゃいますよね。はい、そうです。今、はい。台湾に住んでます。そう、それで、この前お会いした時というか、ズームでお話しした時に、お子うん。さんが生まれたと聞きましたので、そうですね。はい。それで今日はその、ケンさんと奥さんの子育てについてお伺いしたいんですけど、いいですか？ああ、いいですね。はい。はい。もちろん。はい。うん。で、そう、奥さんは台湾の方、台湾生まれ、台湾育ちの方ですか？ああ、台湾人ですね。うんうん生うん。まれたのはフィリピンああ、はい。なんですけど、はい。まあ、多分、赤ちゃんの時にうん。台湾に来て、はい。で、台湾で育ちましたね。なうん。るほど、なるほど。ははい。い。じゃあ、そうすると子育ては、はい。んどこ風になるんですか？よく考えたら。日本にいるとやっぱりうん。知らないうちに日はい。本風な子育てを多分してるんですよね。うんうんうん。うん。ケンさんたちはやっぱ台湾風なんですかね。台湾風だと思います。多分。うん。でも僕はうん。その子育てについて、はい。知りたいことがあるとき、うん。日本語でうん。調べたり、僕のおあ母さんにあ、は聞いい。たりするので、はい。なんか半分台湾風、半分うん。日本風かなと思います。面白いですね。ね。じゃあぜひちょっとその辺を詳しくうん。聞かせてください。はい。じゃあまず最初の質問なんですけど、はい。あの、お子さんは今何ヶ月ですか？ 今5ヶ月。5 ヶ月か。5ヶ月半ぐらい。もうすぐ。そうですね。5ヶ月半ですね。うん。ああれ、5ヶ月半って、うっかりちょっと忘れてるんですけど、うん。もうミルク以外のものを食べたりしてます？あ、そうですね。離乳食。離乳食。はい。なんかすっごい柔らかいご飯、はい。おかゆはい。の、うん、すごい柔らかいやつえー、と、はい。あとは、かぼちゃうん。かぼちゃはなんか電子レンジではい。温めて、すごい柔らかくして、またスプーンで潰してはい。食べさせたりとか、えー、あとは人人参。参も、うん、そうですね。ああれ、うん、お米はじゃあそれ赤ちゃん用に炊きます？炊きましたね。あうん。そう。でも、一回たくさん炊いて、そはい。れを冷まして、うん。で、冷凍してあります。冷凍なるほど、庫に入れてなるほど。あります。はい。で、ご飯のたんびにちょっとずつそうレンジでそうそう。解凍して、みたいに、そんな感じ、そんな感じ。はい。なるほど。へえ、うん。そっか、忘れちゃった。あ、ふみさんもお母さんですよね。そうなんですよね。3人子供がいるんですけど、はい。もう一番下の子が5ヶ月だったのは15年ぐらい前になるので、うーん。いろいろ忘れました。ただ、はい。覚えてるのが、その最初の子はすごく丁寧に子育てしたんですよ。はい。だけど、それこそちゃんと赤ちゃんの離乳食とか、あの、やったりもしたのに、一番下の子は結構
例えばうどんとか、それをはい。そのままこう潰して、自分たちがあ食べるものを潰してちょっと揚げるみたいな感じで、あ。あの、わざわざ赤ちゃんのためにやるっていうことを、多少はしたと思います。もちろん。でも、あんまりしなくなりました。ああ、そうですか。うん。うん。でも、そう。大変ですよね。子育て大変だから、うん。3人。はい。ふみ大変、さんは大変でした。3人。いや、もう大変大変。めっちゃ大変だと思います。すごいあ、素晴らしい。ふありがとう。みさん。でも、ちなみに今じゃあ一人で、今はい。まだお子さんね、初めてのお子さんですそうですね。ね。はい。どんな点が大変って思います？やることが多い。あ、例えば。例えば、おむつを替える。そうですよね。あのえっと、そうです。赤ちゃんが生まれる前、僕はい。は、おむつを替えることと、はい。あとはミルクを飲ませることうん。だけだと思ってたんですけど、本当ですか？本当に本当に。でも、でもあの、おむつを変えたら、はい。そのおむつを捨てなきゃいけないじあ、ゃないそういう意ですか。味ですね。はい。はい。あうん。と、うんちをしたら、うん。お尻を洗わなきゃいけないじゃないですか。はい。あとは、うん。ミルクを飲ませたら、はい。その哺乳瓶、哺乳うん。瓶を洗わなきゃいけないし、はい。うん。それから洗ったら、はい。その消毒しはい。なきゃいけないでそうですよすよね。ね。そうですとか、よね。大変ですよね。とうん。それからよく泣き出すし、うん。うん。抱っじゃあ、こもしなきゃいけないから。はい。思った以上にやることはい。がありましたか？そうですね。あとお風呂にも入れなうん。きゃいけないし。うん。そうですよね。毎日入れないといけないですよね。うん、歯磨きとかやることもたくさんありますね。あれ、そっか。もう歯生えてきましあ、たか？歯はないけど、なんて言うんですか？口磨きですか？やるんですか？はい。あれ、私やったかな。口の中をきれいにし綺たい。麗にしたりとか、もうなんかたくさんやることが多すうん。ぎて大変っていうだけうん。ですね。うん。そうですね。お風呂は、よく日本だとこういう赤ちゃん用の、こういう、なんていうんですか、大きいお風呂みたいな入れ物で、入れたりするんですよ。はい。一人目の赤ちゃんの時はちゃんとそういうお風呂、こう赤ちゃんのお風呂買ってああ、はやっい。てたんです。うん。もちろん二人目、三人目からはみんなの入るお風呂に入れてましたけど、そういう、台湾はお風呂は、そういう赤ちゃん用のこういうなんかでっかいバスタブみたいなの買います？それとも普通にシャワー、お風呂？あ、うん。僕たちは買いました。お風あ、呂、赤ちゃん買いました。用のお風呂を買って、うん。そこでお風呂を入れてます。あ、そうなんですね。はい。はい。そう。まあでも、ネットでたくうん。さん買えるので、うん。台湾の人たちも、まあ、うん。それを使う人が多いと思います。なるほど。そう。うん。ね、日本もそうだから私も一人目はそうしたんですけど、だんだん二人目になっていくとやってられなくなって。ああ、そうですよね。だって、はい。二人目の時ははい。当たり前ですけど、うん。一人目の子供もいますからね。そうなんですよ。みんなの上の子の世話もしながら生まれてきた赤ちゃんってなるので、うん。どうしてもその手がかけられなくなっちゃいますよね。そうですよね。ううん。ん。そう、だから前も話したかもしれないんですけど、3人目が生まれてお風呂に入れるのが、私、それが一番のストレスでした。3人お風あ呂に入れることが。あ、で、そう、だから、ご飯とかはだんだんいろんな手抜きができても、はい。お風呂ってやっぱ気を使うじゃないですか。怪我させないようにとか、溺そうれちゃいけですね。ないし。そう。で、今度は動かない赤ちゃんと上の子2人やるのがあれ、本当大変でしたね。え、ふみさんははい。子育てしていた時、はい。基本的に一人で全部やってましたか？ですね。うん。実はその3人目の時は、私
二人目を産んでから退職してるので、会社をはい。辞めてるので、その時は、まあ、主婦みたいなもんだったんですね。はい。で、夫がものすごく忙しい仕事をしていて、うん。で、あと1時間半から2時間ぐらい通勤にかかったんで、うん。はい、うん。うん。なんか平日は特にほぼ一人、全部一人でやっはい。てました。一人で三人子育て？待ってください。ただうん。私、一応家で仕事してたんですよ。細々仕事も、と。あ、仕事もそうそうそう。しながら？なので、違うんはい。ですよ。なので、保育園に預けることができたんです。ああー、はい。なるほど、なるほど。だから、昼あ、間はうん。朝上の二人を保育園に預けて、はい。で、まあ、5時とか、もう4時とかだったかな、迎え行って、そこからは夜の準備みたいな感じでやってました。で、そう一番ですか。下の子が11ヶ月の時に、その子も保育園に入って、うん。うん。なんで昼間は一人になれました。仕ああ、事をなるほど。するためああ、そうでに。すか、そうですか。あ、うん。はい。そう、だかえら、私は保育園がなかったら、うん。無理ですね、あれ。ずっと3人、1日ずっと見てたら、それは、うん、無理ですよね。無理だなと思いました。だからそうやってる人も多分日本じゃ結構多いと思うので、うんうんうん。偉いですね、と思いますね。一人うん。で三人子育てするのは、でも無理があると思います。精神がやられちゃいそうな感じがね、そうそうそう。しますそう。よね。そう、だから保育園預ければいいと思うんですけど、結構、あの、日本ってまだ、うん。特に田舎の方に行くと、保育園に預けない人とかもいるんですよ。うん。いるっていうか、幼稚園まで親が見るみたいな。はい。はい。だから、だから、3歳ぐらいまでそうですね、ちょうど親が見る3歳まで親が、っていうこと。うんうん。見た方がいいみたいな話が昔あって、はい。はい。だから、預けない人も多いと思いますけどね。ああ、そうですか。うん。あ、うん。台湾はどうですか？預けたりします？あ、まあ、保育園っ保育て。園もありますよ。うん。うん。預ける予定とかありますか？今のところはないですね。うん。あ、今僕の妻ははい。仕事してないので、あと産休中ってことですか？産休中ですか？まあ、もともと会社で働いてないから、うん。まあ、お休み中か。おお休み休みっていうか、中みたいな。今は、じゃあ子育てに専念ってことです。そうですね。あ、そうです。そうですか。それっていつまでそうする予定ですか？うーん、実はあんまり決めてないんですけど、あ、そうなんだ。はい。僕の中では、うん。最低1年は、うんうんまあ、仕事しなくていいよって。うん。うん。うん。仕事は僕がするから、はい。仕事はしなくていいよってうん。いう感じで思ってます。最低1年ぐらい。じゃあ、逆に、それが2年3年になっても、研さんとしてはうん。歓迎ですか？まあ別にいいかなと思います。うん。ちなみに奥さんとしては、うん。いやいやいや、うん。働きたいとかありますか？それとも、ああ。まあ、もともと子供が好きなので、うん。僕の妻は、はい。僕もですけど、はい。えー、あの、なんかもう子育て嫌とかそういう感じではないし、仕うん。事もう今すぐ仕事したいっていう感じでもないです。だかじゃあ、らまあ、うん、ずっと仕事しないで、子育ても全然楽しうん。そうな感じですね。なんか楽しそうですよ。なんか思ったんですけど、はい。あの、台湾とかあと中国って子供を大事にしてくれません？社会が。あ、そうですね。なんか子供は宝物みたいな感じの、ね。うん、そんな気がします。はい。私、うん。子供連れて台湾行ったことがないからわからないんですけど、上うん。海に娘が2歳になる直前に行ったことがあって、うん。えっと、その時に、すごくよくしてくれたんですね、周りうん。の人が。うん。うん。レストランで待ってたら、最初の方の人にだけ椅子があるレストランで、後の人たち立って待つみたいな、そういうところとか、こっちおいでって言って、その椅子があるところに、娘を座らせるとか、うん。あと、ホテルで朝ごはんを食べてたら、あの、すっごい不愛想な、なんかニコリともしないみたいな、そのホテルの人が、うん。娘になんか、
ニコニコ話しかけるんですよ。はいはいはい。で、あ、すごいなと思って、本当にその、娘が何をしていても、周りのうん。人の目がすごく優しかったんですね。うん。それ、いいですよね。うん、すうごくいいん。なって思いました。え、えっと、日本はで、日僕、本はね、子供が生まれてから、はい、まだ日本に行ってないので、はい、その、なんか、日本でうん。子供がどう対応されるか、あんまりよくわかってないんですけど、どうなんですか？日本はそんなことない例えば、んですか？あんまり。なんかやっぱり、もう、うるさくしちゃったらどうしようっていうのをすごく私気になっちゃって、あとやっぱり、あもしお店で泣いてたら、泣き始めちゃってうるさくなっちゃったら、外出ないとまずいかなとか、電車の中で泣いちゃったらまずいなとか、なんかそういうことをすごく気にしちゃうあ、感じがあああ、りますね。まあそうですよね。う気ん。にしちゃいますよね。ね、他の人に大丈夫かなって気にしますよね。そう。で、あと、お店とかも、子供連れで迷惑そうにされるところが何件かあったんですよ。あ、ふみさんの経験で。はい。私、あ、それそうですか。まで、子供がいない時に、そのお店がすごい好きで行ってたお店だったんです。うんうん。で、子供が生まれて子供連れてって、そしたら、お子さんは、みたいな感じだあ、ったり、そうですか。へはい。え。あと、そう、なんかあまり、ねえ、私もちょっとびっくりしちゃって、もうがっかりしちゃったんですけど、うんうん。うん。あとは、もう一件は、本当になんか迷惑そうなんですよ。もういや、そうすごいなんですね。悲しくなっちゃいましたね。うん、えねえ、そうなんだ。そう。うんなんだ、悲しいそうやっですよね。て今ね、心配させちゃってごめんなさいっていう感じです。あ、でも、もちろん優しい人もね、あの、うん。いるんですよ。そう。なんだかな、私が美術館か何かに子供を連れてった時に、なんかそれもね、美はい。術館になんか子供やっぱ日本じゃ絶対に連れてっちゃいけないんだと思うんですけど、ああ、はい。それでちょっと子供がまあうるさくなったんで、係の人にちょっと出てってくださいってかちょっと言われた時に、はい。なんか別のおじさんが後から来て、可愛いお子さんですねとか言ってくれて、おー、優しいですね。うん。基本そうですね。まあだからうるさくしてもいいところに行けばいいのかなって言って結局ファミレスとかそういうところに行くのかもしれないですね。ああ、なるほどね。うん。うん。そっか。うん。ちょっと、全部じゃないけど、日うん。本では子供を連れて行きにくい場所もありますね。そうですね。あ、うん。でもそう、だから、なんだろう、子供連れて行くところに行けば全然大丈夫なんだと思います。公園とか。とか、あと子供の多いレストランとか、ああ、うんうん。私が多分独身じゃないな、子供が生まれる前に楽しんでた、そういう大人向けなところに行くと、多分うんうん。当たり前ですけど、ダメなんだと思います。あ、なるほど。なんかうん。静かなカフェとそうか。そうそうそう。そういうとこ行っちゃいけない。だから私がそうですね。分かってなかったのかな。でも、あ、どうですか台湾とかって、やっぱそういう住み分けとかあります？住み分けっていうか、子供連れが行くとこと、うん。子供は来ないところみたいな。どうですかね。うん。どうかな。僕たちはあんまうん。り、街の中にはあんまり連れてってないです。あ、それは何か理由があるんですか？ここから、うん。台北の街はい。に行くために、うん。電車に乗らないといけないんですね。はい。1時間ぐらい。あ、長い。で、うん。その電車いつも人がいっぱいなんです。ああ。だから、だからちょっと、連れて行くのが大変。うんうん。はい。それは、どういう意味で大変ですか？例えば、あの、混んでるところに、赤ちゃんの大荷物で入っていくのが大変とか、実際に赤ちゃんが1時間も電車にいたら疲れるとか、うんうん。それとも泣き出したら困る、日本的な考え。全部かな。うん。全部。うん。うん。そう。
電車の駅で、はい。その、母乳とかミルうんうん。クを飲はい。ませる部屋もあるんですけど、おー、はい。はい。えーっと、なんか大変ですね。うんちしちゃったらうん。どうしようとか。ああ、確かに、確かに。うん。うん。人がたくさんいて、なんはい。か赤ちゃんが泣き出したらうん。大丈夫かなとか。うん。ね、周りにね、優しい人がいるといいですよね。そう、優しい人は、聞こえ、日本の場合だったら聞こえないふりをするか、気にしないうん。ふりをするか、もしくは、あ可愛いですねって言ってくれるんですよ。そあ、のうるさい時ああ、に、あ、可愛いですねって。うんうん。うん。あ、嫌味じゃなくてね。ああ、そううん。ですか。結構僕たちが電車に乗っているとき、そのはい。台湾の電車に乗っているはい。とき、おばあさんとかおじさんとかがうん。声をかけてくれます。あ、そうなんですか。あ、可愛い赤ちゃんだねっそうて。そうそうそうう。うん。ん。うん。何ヶ月とか。うん。うん。あ、それ、日本も結構ありますね。あり特に、ますか？うん。うん。おばさんかおばあさん。あ、まあまあ、年配の私とかね、そういう女性ですね。は、うん。やっぱり何ヶ月ですかとか、うん。あの、買い物をしてる時とか、道端散歩してる時とか、まあはい。多分暇そうに歩いてる時ね、はい。そうはい。いうふうに声かけてくれることとかありますね。ああ、いいですね。いいですね。ううん。ん。日本ってあんまりその知らない人に話しかけないじゃないですか。うん。うん。普通。でも赤ちゃんがいると知らない人がそうやって話しかけてくることが多かったです。ああ、やっそういえば。ぱり赤ちゃん最強ですね。赤ちゃん最強ですね。そうそうそう。赤ちゃんがいたらもっとみんなが仲良くうん。するようになって、うん。なんか友達になりますね。そうですね。赤ちゃんがいる人とか赤ちゃんがいた人がそう。多分話しかけてきてくれてそうるそうそう。とは思うんですそうでけど。すよね。うん。そうそう。うん。あ、でもなんか言いたいことがあったら今一瞬忘れたな。ああ、なんだろう。はい。そういう話しかけてくれる系でね。あ、うん。思い出した。私、その時、はい。そう、娘が生まれてすぐの頃、生まれる頃、うん。私の実家のすぐそばに引っ越してたんです。はい。あの、産休育休って言って、赤ちゃんが生まれる前後と生まれた後のお休みが、私その時1年半もらえたんです。一年半。お、そう、お、長い。うん。長い、割と長いですよね。今はもっと長いみたいですよ。あ、そんなに？なんかすごいところはすごいみたいです。いいですで、ね。ね、当時はそれで、まあ娘が11月に生まれて、そうするとその1年で次の4月が保育園に入りやすい時なんで、そのうん。タイミングで戻るみたいな感じだったんです。うーで、ん。結構時間があったから、あの、実家の方に引っ越したんですね。はい。それまで東京に住んでたのが、実家のそば、埼玉の方に引っ越して住んでたんですけど、あの、夫には申し訳ないことに、夫は長距離通勤をしたんです、その間。大変ですね。大変ですね。旦那さん。そう。もういつも申し訳ない。いつも長距離通勤させて。そう。で、ただその時、周りに知り合いがあんまりいなかったんで、うんうん。本当に話し相手がいなかったんですよ。あ、まあ、実家の親はね、いるんですけど、はい。で、だからこう散歩とかしてる時に、そうやって話しかけてきてくれる人がいると、もうすっごい嬉しかった。嬉しいですよね。うん。嬉しいですよね。そう。ううん。ん。そうだ、そう思ったんでした。忘れてました、そういう気持ちを。ああ、うんううん。ん。そうそそうか。う。うん。僕もよく話しかけられます。赤ちゃんと一緒に散歩していると、うん。かわいいねって。まあ、うん。これは多分、ね、国とか場所とか関係ないですよね。関係ないのですかね。どこに行っ関係ない。ても、うん。多分、ね、赤ちゃんは言われるのかな。可愛いんですよね。赤ちゃん可愛いんですよね。うん。そう。でも一回すごい覚えてるのが、私がその娘を連れて歩いてた時に、全然知らない人が話しかけてきて、で、はい。私とその娘の顔を見て、あ、お父さんにって言ったんですよ。お父さあんいないんですけど、そこあ、に。ああ、だから、よほど私に似てないっていうことなんだろうなって思ったことを思い出しああ、ました。ううん。ん。あ、そっかそっか。難しい。3人とも、子供3はい。人とも、
赤ちゃんの頃はうん。お父さんにでしそれが、たか？娘はお父さんにだったんです。でも、下のその息子二人は、やっぱどっちかっていうと私みたいな、私系の顔をしてました。あ、そうですか。はい。よく、よく日本で言われるのが、男の子は、間違えた。女の子はよくお父さんに似てて、息子がよくお母さんに似るみたいな話ありませんあ、ありますよね。ねえ。あ、ちなみに、ケンさんのところははい。息子さん、うん。あ、奥さんに似てる気がします。本当？写真を見たとき、でもなんか丸い顔は僕の妻に似てるかもしれないです。なんかね、目が似てるかなと思ったんですけど、そんなことないですか？それもあるかも。ううん。ん。僕は割と目が細い方なんで、だと思うけど。そうですか？そう。そうそう、なんでも、か、ね、うん。そう、目が、でも、うん。息子はなんか目が丸くてうん、可愛いです。ね、可愛らしいお顔で、うん。うん、いいですね。そうですね。はい。うん、はい。じゃあ、すいません。次の質問に行きましょうか。そう、質問がなんかたそうだ。くさんありごめんなさい。ますか？今、質問用意してたんです。はい。えーっと、はい。あ、じゃあ今、生まれる前と生まれた後で生活はどう変わりましたかみたいのが今聞いた感じですかね。そうですね。うん。でもまあ僕はなんか、うん。なんだろう。全然時間がない。時間がない。時間がなくなりましたね、二人とも。そうですよね。うん。だって手間がかかりますもんね。すごくね。はい。うそうそん。う。寝るの、はい。はい。基本どうぞ。的になんか、子育ては僕の妻が中心でやってくうん。れてますけど、はい。そうすると、家事を僕一人で全部やらなきゃいけないじゃないですか。そうですよね。じゃあ、がうん。ご飯係ですか、ケンさんは。家事全部やってます。そっかそっか。洗濯して、掃洗除し濯、て。掃除、買い物、うん。料理、うん。ゴミ捨ていいですね。かな。まあ、全部僕が家事をあ、してます。うん。今ちょっと奥さんの立場になってました。いいですね。いいいいですか？ですね。うん。でもなんかそれが当たり前かなと僕は思っていますそけど。の通りですよ。本で当に。すよね。うん、うん。素晴らしい。うん。と、あと仕事。うん。大忙しですね。で、あと、僕の妻は昼寝しなきゃいけないうん。ですよね。だって夜結構寝れないんじゃないですか。そうそう。ね母乳をあげているので、はい。体力をはい。奪われる。そうですね。夜も1回か2回、僕の妻ははい。起きて、息うん。子にね、飲ませないといけなういので、ん。そう、私なんか一生寝れないんじゃないかって思いました、子育て中。なんか自分の寝たい時に起こされ、うん。えー寝てる時に起こされて、起きてたい、起きてたい時はなかった。眠かったんですよ。眠いけど、なんか、やっぱしなきゃいけないからね、寝れないっていうのがありましたもんね。ですよね。うん。うん。じゃあ昼寝ができるのは素晴らしいですね。毎日、うん。1時から3時までの間で、うん。1時間とか30分とか最低、うん。そのぐらい昼寝してもらってます。じゃあその間は、うん。ケンさんがそうそう息子さんを、そう。そう。息子さん係。そう。朝、うん。僕朝4時半から5時半ぐらいの間に起きてます。うん。僕の妻が起きる7時半ぐらいまではい。見てます。偉い。偉い。普通じゃないですか、いや、それが。素晴らしい。いや、私、やっぱりその赤ちゃんが起きるときに起こされてたイメージがすごいあるんで、それこそ4時とか5時とかに、なんかはいはい。眠いのに起こされて、はい。みたいな感じだったので。ふみさんはうん。4時とかに起きて、うん。ずーっと起きてましたか？だから多分、昼寝で子供が寝る段階で、多分一緒寝てると思います。なるほど、なるほど。うん。ただそう。なんか眠かったんですよね、ずっと眠かった。それは眠いですよ。そう、一番大変なのが、こう、寝たいと思った時に寝れないこと
うん、わ自かります。分の都合わかります。じゃないじゃないですか。はい。はい。すべて赤ちゃんの都合でうん、合わせるのが大変、寝れないって意味で大変でした。そうですよね。うん。うん。じゃあ、生活はそういうふうに変わって、はい。精神面はどうですか？心の方はお父さんになって何か変わうん。ったことってあります？なんか、うん。いつも時間に追われている。それはお父さんになる前はそうじゃなかった。もっと、そうですね。いや、お父さんになる前は結構余裕がありました。例えば、明日休みか。予定がないな。何しようかな。みたいな。子供ができて、休みは休みじゃなくなりました。本当です。休みは休みじゃないですね。そうそう。うん。そう、あと、夏とか、ごめんなさい、私の話をしちゃうあ、はと、いはいはいはい。夏休みが夏休みじゃないうん。ですね。学う校がん。休みになると、こっちは休みじゃなくなるみたいな。わかりますわかります。そう。だから、夏休みは何するとか誰かに、例えば、英会話の授業とか、なんかそういう時によく、はい。サマーバケーションはどうするのとかなんか言われたりしても、はい。いや、別に何も子供がずっといるから、みたいな感じああ、そうでで。すね。うん、あ、そうですね。時間がなくなりましたか？そうですね。うん、なんか、いつも時間に追われているうん、みたいな感じ。うん。例えば、これをやって、これが終わったら、次、料理しなきゃいけない。料理して。料はい、理している時も、料理、ご飯作り終わったら、はい。掃除しなきゃいけないとか、掃除し終わったら、この後は赤ちゃんがお風呂に入る。まあ僕がうん、お風呂に入れているんですけど、うん、お風呂に入れないといけないから、まずこうん、れを準備して、で、おうん。風呂にお湯を溜めて、うん。みたいな。うん。じゃあ、それは赤ちゃんが生まれる前は、あんまはい。りそういうふうにこれ終わったらこれって考えてなかったんですね。まあまあまあ、割と考えてましたけど、あ、割と考えてた。まあまあまあ うんうん。うん。例えもっと考ば仕事、えるように。そうですね。なんかもう、時間がない。本当にもう、なんか僕の手は止まってないみたいな感じ。あー偉い。なんか、こんなに忙しいのかなって。じゃあ、自分の能率は良くなりました？同じ時間に終わらせることができることが増えたんじゃないですか？多分そうですね。ねえ、ねえ、つって。赤ちゃんが生まれる前、僕も、なんか最近忙しいですとか言っうん。ていましたけど、はい。あれは全然忙しくなかったと今思います。なるほど。じゃあ、そういう意味じゃ多分、ケンさん、キャパが広がってますよ。ですよね。ね、その前ぐらい、もし忙しくなっても、はい。まだいけると思います。まあ、今はねあれですね、子育てとえ。うん。両方になってくるから、今もし仕事が忙しくなったら、とんでもなくなりそうですけど、でも、ふみさん、実は最近僕仕事が忙しくなりました。どういうことですか？例えば。例えば、日本語レッスン、僕日本語レッスンやってたり、他の仕事もやってるんですけど、他の仕事って何ですか？動画を作る仕事あ、それですね。とか、まあ はい。YouTube とか、Patreon とか、いろいろ。うんうん。はい。はい。日本語レッスンだけうん。で言うと、はい。子供が生まれる前は、1週間に15レッスンぐらい、まあはい。15回、15時間ぐらい。うん。でも今30回ぐらいやってます。それは生徒さんが増えたんですか？そう。うん。やっぱり、ケンさんのチャンネルすごい今大きくなってるじゃないうん。ですか。はい。それで生徒さんも増えました？そうですね。ああ生徒が増えたのは嬉しいんですけど、ー。うん。今みたいな感じで、このタイミングっこのて。タイミング。今はもうちょっと少なくてもよかったですか？そうですね。そうです。うん。ちょっと大変ですうね。うーん。ん。でもあれですか、ケンさんは断らないんですか？じゃあ、今あ、忙しいんでとか。断る時もあります。ああ。はい。うん。でもなんかすごい、やる気のあるうん。メッセージを送ってくれたら、はい。じゃあしましょうかっていうかもしれないです。
あ、じゃあ、皆さん、やる気のあるメッセージを。あ、でも今ちょっと大変そうでちょっとすね。しんどい。もうちょっと、大変。もうちょっと待ってからの方がいいかもしれないそうですね。ね。うん。そうそんな感じです。とにかく子供が生まれてから精神的にちょっとはい。あ時間がなくて、うん。なんかいっぱいいっぱいになりあました。あ、なるほど。いっぱいいっぱいに。はい。そうですね。うん。多分、もうすぐ大丈夫になると思いますけど、うはい。ん、しばうんらくはね、大変だと思います。うん。ああ。でも、いいうん。こともあって、うん。最近僕の息子ははい。よく笑うようになりました。あら、5ヶ月ぐらいになって、なんか、ってかわいいですね。それを見るのは精神的にうん。なんか、なんか落ち着きます。あ、うよかったっん。て。あと私、ぜひケンさんにやってほしいのが、はい。赤ちゃんの言葉の発達を、うん。なんだろう、ちゃんとメモに取っておくっていうか、はい。最初に言った言葉は何かとか、ああ、はい。うん。どういう言葉の間違いをするとか、そういうのすごい楽しいじゃないですか。ですよね。あ、というかね、うん。10月2日にはい。パパって言いましたよ。えー、あれ、ちょっと待ってください。一番最初に言った言葉は何ですか？パパ。それ？うん。おー、すごい。しかもそう。今中国語風な言い方ですか？それといや、も、どうですか？でパッパッパッパって言っただけではなくて。パパって言いました。おお、ちゃんと検査を見て。そう。おお、あの、その時僕の妻が、うん。僕の息子を、なんか、抱っこしていたかなんか、で、こう、なんていうの、床に座らす、寝させて、はい。ちょっと、ちょっと抱きながら、うん。僕の妻が、パパ来たよ、パパって言って、で、僕が、来たよって言ったら、うん、僕の息子が、パパっていや言いまー、いやした。ーよかったですね。そう、そうですね。うちょっん。と感動的ですね、それは。それは、そうですね。実は、その時の方が、うん。子供が生まれるより感動はい。しました。あ、本当に。そう。あ、そうだ、子供生まれる時ってうん。立ち会いでした？立ち会いってあ、生まれる時一緒にいることですけど。帝王切開で、そのお腹を切る手術だったはい。ので、はい。僕は手術室のうん。前で待ってうん。ました。じゃあ、本当にじゃあ、お腹から出てきた。あ、そこあ、は見てないか、さすそこは見がに。てないですね。あ、そうでうん。すよね。はい。ああ、なるほど。そうん。っか。よかったですね。パパって言われて。そうですね。そしたら、ママより先にパパですか？それはマそう。マとしてはどうなんですか？ママの気分としては。どうなんでしょうかわかりません。僕は嬉しいですけど。そういう話はしなかったですか？しましたけど、なんか、うん。僕の妻は一応口では、それもいいよねって言ってました。あ、そう、よかったよかった。そうよかった。ですね。口ではって、そうですよね。うんパパが最初でもよかったねって。うん。別にね。私は2番でもいいよって。本当は愛してるのは私だからね、みたいな。うん。あ、今の話で、はい。あれですか？台湾だと、その子供が生まれたら、お互いのことを呼ぶときに、そのパうん。パとかママって呼び合うようになります？どうですかね。うん。うーんと、あまり他の台湾人のことわかんないんであすけど、あ、はい。で僕の妻は、うん。パパ、えそうですね。よくうん。パパっうん。て言われます。それから、うん。僕の妻が息子うん。に話しかけるときも、うん。パパ来たよとか、パパうん。仕事終わったよって、パパって言ってますね。じゃあ、もしそこに赤ちゃんがいないときに、二人っきりで話しているときに、パパっうん。て呼んだりします？いや、何も言われない。ケンとも言われないってことですか？とも言われない。ちょっと待ってください。どういう、えどういうことですかそれは？なんか、名前は呼ばれないってことですか？呼ばれない。あんまり呼ばれない。あ、もしかして、名前を呼ぶ文化がないってことですか？いや、どうですかそれちょっとわからないんですけど。旦那さんって呼びかけるとか。それは言われます。時々。
つまり名前の代わりに旦那さんみたいに呼ぶみたいな。あ、そうそう、そうですね。うん。あ、じゃあうん。そういうことなんですかね。なんかよくわかります。なんか旦那さんって呼ばれるときと、パパって呼ばれうん。るときと、たまにうん。ケンって呼ばれるときと、うん。いろいろあります。それかえら、うん。名前を呼ばれないで、うん。急に話しかけられる時もあります。あの、日本だとねえねえみたいに、あ、そんな感じ。ねえそんなねえ、感じで。ねえねえっていう中国語の言葉もあって、よはい。くそれでねえねえってちょっ会話が始とそこまります。気になりますね。中国語で呼びかそう、ける言葉って何を使うのか。そうですか。ふみさん、うん。再来週、はい。来週ですね。来もう来週、週です、来週。ね、はい。直接会うときに、うん。僕たちの会話が聞けますよ。楽しみです。でも何語で話すんですか？何でもいいですよ。いや、お二人は何語で話す？半分中国語、半分日本語ですね。じゃあ、中国語で話してる部分は多分私には理解できないんですあ、けど、じゃあちょっと聞き耳を立てて、はい。はい。じっくり聞かせていただきます。ぜひぜひ。はい、楽しみです。うん。あ、そうだ。ごめんなさい。あんまり時間がなくなってきちゃったんで、あ、そうです聞きたか。かった、そう、話、はい。もう一個その言葉のことで、はい。その、赤ちゃんには、あの、どういうふうに何語で話しかけてますか？僕は日本語だけです。日本語だけ。はい。それはこれからもうわざとそういう感じですか？わざと。あ、じゃあ、で、うん、例えばその場所に僕とうん。息子とはい、日本語を話さない台湾人、まあ普はい、通ね、台湾人日本語話さないんですけど、うん、例えば友達とか、はい、妻のお母さんとかうん、うん、がいて、こ僕が息子に話しているけど、それも同時にその人に伝えたいときは中国語をわざと話します。うん。でもじゃあ基本はうん。赤ちゃんに話すときはもう日本語。基本日本語。まあ、日うん。本語。じゃあつまりバイリンガル教育をしてるっていうことですかね。まあそうですね。うん。だって僕たち台湾に住んでて、日はい。本語を聞く機会が全然ないので、そうですよね。もし僕が日本語をうん。話さなかったら、うん。将来僕がうん。困ります。そうですよ。会話ができなくなっちゃう。会話が、そう、中親子国語なのに。も話せるけど、でもなんかやっうん。ぱり僕は日本語の方がいいので、うんうんうん。うん。そうですね。じゃあ自分のために。半分自分のために、半分うん。息子のために。うんうんうん。なるほど。うん。じゃあもし小学校とか入る年齢になったら、うん。それはもう台湾の小学校とかですか？それはまだ考えてるんですけど、うん。日本に引っ越すかもしれないです。あ、そうなんですか。はい、その小学校に入る前か、うん。保うん。育園に入る前、3うん。歳ぐらいかな。うん。うん。でもまだうん。決まってないです。じゃあこれから夫はい。婦で話し合ってそうそうそう。どうしようって決めるっていう感じですか？そうですね。あいうん。ろいろ考えることがありますね。そうなんですよ。うん。うん。大変。まあ選択肢があっていいんですけど、そうですね。選択肢があると、うん。やっぱり悩むので大本当で変ですね。すね。うん。うん。もう台湾って決まっちゃってたらね、はい。逆にその中でベストを探せばいいうん。だけですけど、うん。どっちでもいいよって言われたら、どっちがどうベスト考しようって。嬉しいえそうですけどね。ですね。うん。うん。そうだ。はい。息子さんのお名前のこと、どうやってはい。つけたのかを聞きたいんです。うん。で、名前聞いたとき、それは日本の名前だなって私は思ったんですけど、そうですね。はい。そうなんですか。じゃあ、漢字とかは気をつけました？その、中国語の漢字として、やうん。っぱり変な意味があっちゃいけないとか、うん。あるじゃないですか、きっと。はい。で、どういうふうにつけたんですか？おそう名前は。ですね。うん。まず、うん。日本も台湾も漢字を使うので、はい。えっと、一つ使いたい漢字を選びました。はい。それを僕の妻に選んでうん。もらいました。あ、なんか、選んだのは奥さんですか？そうですね。はい。漢字うん。二つで一つの
はい。名前なんですけど、うん。最初の文字をはい。選んでもらいました。なんかうん。僕がたくさんリストを作って、ああ、その中から、その中からどうぞって選んでもらって、はい。で、その漢字を使った日本語の名前。うん。で、それを中国語、まあ台湾でも、なんか台湾人が見てもはい。わかる漢うん。字。それかうん。ら発音ができるだけ似ている。日本語と中国語で。あ、あれ似てるんですか？あ、そうです。へ結構え。似てうんます。うんうん。で、あと、英語圏の人が英語はい。読みしてもはい。発音しやすい。お、すごい。なんか悪い意味にならない、うんうん。うん、名前にしました。じゃあ、逆に、その日本だとよく画数とか、そのはい。漢字を書くときに何画 う ?1、2、ん。3、4みたいな、ああ、れとか、あ縁起とかよく見る人が多いんですけど、あ、はい。そういうのは見ました？画数と縁起は見てないです。全然うん、気にしてないです。うん、なんか、僕たちが気にしたのは、はい。覚えやすいかどうん、うか、うん。あと、発音しやすいかどうか。大日本事ですよ人、ね。中国語を話す人、英語を話す人、みんながはい。覚えやすいか話しやすいかうん。どうか。なるうん。ほど。そういううん。名前の付け方は大事でうん。すね、本当に。ね、うん。子供が生まれる前、うん。名前を決めるのにはい。一番時間を使ったかなと思います。あ、じゃあ生まれる前から決めてましたか？実は生まれて顔を見てからうん。決めたんですけど、はい。こ妊娠2ヶ月目はい。ぐらいからずーっと毎日夜ご飯を食べながら、名前何がいいかなーって、二人で。二人でずーっと話してて、はい。じゃあその結で、果、今はい、のような素晴らしい名前がね、ちゃんと付けられたってことですね。そうですね、うん。それだけ考えたから。はい。あ、すごい。そんな感じで決めました。はい。いや、本当に今日はごめん、長い間すいません。すごい面白いあ、話を聞かせてもらっそうですか。ちゃった。うん。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、はい。ありがとうございました。楽しかったです。ね。うん。はい。じゃあまた来週、今度は日はい。本でそう、来週、ことになりますが。そうですね、うん。来週火曜日。火曜日、そう。お火曜日。昼ぐらいに。おはい。昼ぐらいに。はいはい。はい。うん。楽しみにしてますので。楽しみにしてます。いや、ドキドキした。はい。気をつけて日本にいらしてください。ありがとうございます。うん。はい。はい。私ちょっとなんか日本のマイナスイメージなこと言いましたけど、基本優しい人多分いっぱいいるから。ね。そうでね。すね。はい。大丈うん。夫だと思う。すいません。じゃあまた今度。はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうごじゃあざいました。は失礼します。い。エドモさん、レブさん、アルビレオさん、デルタさん、デイドさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モヨンさん、ベンジャミンさん、コウさん、浜田さん、ニヌアさん、チチさん、ウーさん、シン・グアンキルさん、ジム・ハバートさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。他の皆さんもよかったらぜひメンバーシップ入ってみてください。では今日の動画はここまでです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。